これでわかるフランスブルボン家後編。この動画はルイ16世から最後のシャルル10世までをお話ししていきます。前半をまだ見ていない方はそちらを見てからこの動画を見ていただくことをお勧めします。ではルイ16世から。真面目でおとなしく社交場に出ていくよりも黙々と趣味の鍵作りをしているのが好きな人でした。奥様はオーストリア・ハプスブルク家から14歳で嫁いできたマリー・アントワネット。顔立ちは美形とは言えないけれど、何とも人目を引く魅力を持っていたと言われています。ルイ16世の体の問題で子供がなかなかできなかったのですが、とうとう手術を受け、結婚7年目にして子供を授かりました。ルイ16世は父や祖父のような女好きとは違い、相性を持ちませんでした。いいことのような気がしますが、状況が悪くなっていくと相性がいないことで、期待、妬み、敵意が彼女一人に集中します。しかも彼女はフランスと仲が悪かったオーストリア出身です。フランスを食い尽くす怪物オーストリア女と言われました。豪華な生活を送っていて、その浪費から赤字夫人と呼ばれます。パンがなければお菓子を食べればいいじゃないという有名なセリフがありますが、あれは啓蒙家ジャン・ジャック・ルソーの自叙伝告白という本に高貴な妃が言ったと書かれていて、その発言を聞いたとされるのは1740年、マリー・アントワネットが生まれる前のことでした。なので全くの別人の言葉です。ただ、生活苦の中、誰かを悪者にしたいというのはいつの時代でもありますよね。彼女はまさにその対象にもってこいでした。マリー・アントワネットは1787年フランスの飢餓の際には寄付を宮廷内で募ったり食器類を売り払ったりして飢餓に苦しむ人々へ食べ物を確保したりもしていましたが、民衆が描く彼女は贅沢三昧で国民のことを全く考えない王妃でした。もちろん彼女はとても贅沢な生活をしていました。でもそれでフランスの経済を潰せるほどの影響力はありません。ルイ16世が王位に就いた時から国庫は緊縮状態でした。2つ前のルイ14世の時、ナントの王令を廃止しています。カトリックは免罪符など寄付をいっぱいするのでお金があまりありませんでした。ユグノーとはプロテスタントのことです。ユグノーは仕事で成功するのも神から愛されていると解釈されたので、お金を貯めることが許されていました。しかし、ナントの王令廃止でお金のあるユグノーたちがフランスから出てってしまい、財政難が始まっていました。また、軍事費にも相当かけていました。それに加え、一つ前のルイ15世の時の豪華な暮らしっぷり。ブルボン家前編の動画で紹介した召喚鹿の園は国費で作っています。娼婦たちが出ていくときは多額の持参金を持たせたり、嫁ぎ先を見つけたりして彼女たちの面倒も見ていました。トータル200人以上いたとか。ということはえらいお金がかかっています。この時アンシャンレジームと呼ばれる階級制度がありました。国王をトップに聖職者で構成される第一身分、貴族で構成される第二身分、平民で構成される第三身分の3つに分けられていました。第一身分は約12万人、第二身分は約40万人で、合わせても全人口の 2% ほど。そして聖職者と貴族は税金を払わなくてよかったのです。平民たちは彼らの贅沢な暮らしと国の運営のために働き続けなければならなかったのです。もちろん不満が出ます。第一身分も第二身分も税金を払うべきということで、1789年5月、三部会が開かれます。これは174年ぶりに開かれたものでした。多数決の議会方式。それぞれ300人ずつ。一見正当な気がしますが、違いますよね。税金を払いたくないわけですから、第一身分と第二身分は結託し、当然2対1で第三身分は負けます。つまり王は三部会を開いて国民の不満を聞いているふりをしていたんですね。出来レースです。もちろん国民はそんなバカではありません。平民の意見も取り入れられる採択法を採用することを要求。王はこれを拒みます。6月、勝手に新しい国民議会という議会を作る。球技場の誓い、テニスコートの誓いとも呼ばれますね。憲法を改定するまで国民議会を解散しないと宣言します。
特権階級はこれを武力で抑えようとします。それに反発して7月、バスティーユ牢獄襲撃事件が起こります。バスティーユ牢獄は政治犯を収容する施設で絶対王政の象徴とみなされていたため襲撃されました。この事件がフランス革命の始まりとされ、7月14日は革命記念日として今もフランスの祝日です。8月、人権宣言、自由と平等、人民主権などが歌われています。この時女性の選挙権などはまだ歌われていません。今の時代からすると決して平等ではないのですが、この当時からするととても大きな変化でした。ところが国民議会が定めたことをルイ16世は承認しませんでした。不満は募ります。10月、ベルサイユ行進。パリは凄まじいインフレでした。パンの値上げに苦しむパリの女性を中心とした市民がベルサイユ宮殿に乱入します。国王一家はベルサイユからパリのチュイルリー宮殿に移され、革命家の監視下に置かれる。そしてルイ16世はフランス人権宣言を承認しました。1791年6月、ガレンヌ逃亡事件。マリー・アントワネットの兄を頼り、オーストリアへの逃亡を企てますが失敗します。その計画をしたのはなんとアントワネットの不倫相手フェルゼンでした。王は途中でフェルゼンに君はここまでと馬車から降ろしてしまいます。気持ちはわかりますよね。ただ案内役を失った王家はいろいろ失敗をやらかし、結局捕まってしまいます。国王一家はパリに戻されました。このことが原因でルイ16世への信頼は失墜したのです。1791年に憲法制定。絶対王政から立憲君主制に変わります。立憲君主制は共和制とは違い、あくまでも王をトップに置いて議会を持つという制度。ただ、逃げた王をトップにするのかという意見が多く、革命は共和制に一気に進展して、1792年に国王一家がいたチュイリリ宮殿の襲撃が起こり、一家はタンプル島に幽閉されます。ここで王政廃止になり、立憲君主制から共和制に変わります。ここで一旦ブルボン家が終わります。1793年1月、国民公会の決定によりルイ16世処刑、賛成387、反対334でギロチンによる死刑が決定されました。10月、マリー・アントワネット処刑。よく彼女の髪が一夜にして真っ白になったという話がありますが、断頭台に立つ彼女は首を切り落としやすくするために髪を短く切られていて、白い帽子をかぶっていました。白い帽子が遠くから見て白髪のように見えたのかもしれません。民衆から侮辱の言葉を嵐のように受けても、彼女は一瞬の躊躇もなく進みます。断頭台へ上がる階段でよろめき、処刑人の足を踏んでしまった時には、ごめんなさい、わざとではないのよ、と言ったそうです。この言葉が彼女の最後の言葉になりました。37歳でした。恐怖政府が始まります。王権が倒され、革命政府によって統治されるようになる。リーダーのロベスピエールは、奴隷制の廃止の宣言をしたり、格差是正の政策を行うなど、いい行いもしていましたが、彼の政策に反対する人たちを次々ギロチンで処刑していき、独裁政権になり恐怖政府となります。テルミドールの反動。ロベスピエールの行き過ぎた独裁に反対し、彼はギロチンにより処刑されます。ロベスピエールの死後成立したのが総裁政府でした。しかし社会は混乱し、人々は不安に苛まれていました。そんな時出てきたのが26歳の若きナポレオン・ボナパルト。国民は強い指導者を待ち望んでいました。ナポレオンは国民の期待に応えるかのように勝利を重ねます。1804年、ナポレオン皇帝になる。平等なフランスを作るはずが、野心というものは恐ろしいですね。ベートーベンは怒り、ナポレオンに捧げるつもりだった交響曲第3番の表題をボナパルトから英雄に変えました。ナポレオンの母も大反対して皇帝の戴冠式に欠席しました。でもここに母が描かれています。この絵はナポレオンのプロパガンダ絵画担当のダビッドの作品なので、家族に祝福されていたかのように描かれています。
ここにローマ教皇がいますが、まるでお飾りのように座っています。当時教皇は王や皇帝よりも上でした。その教皇を自分の支配下に置くため、教皇からではなく自分で冠をかぶってしまうのです。王ではなく国民から選ばれたということも主張しています。本当はその場面を絵にしたかったそうですが、さすがに傲慢すぎると批判があり、ナポレオンが妻ジョセフィーヌに冠を載せる絵になったとか。ロシアとの戦争で大敗します。ナポレオン没落後どうなるかと思ったら、お帰りなさいブルボン王朝、ルイ18世が王となります。皆さんお気づきでしょうか？この括弧で囲まれたルイ17世が飛ばされています。実は彼は政治には関わっていません。彼はルイ16世とマリー・アントワネットの息子、王太子です。フランス革命のためにタンプル堂に閉じ込められました。もともと快活な性格で周りの人たちを魅了していた彼は、その生活の中ですっかり臆病になり、別人のようになってしまいました。というのもそこでの扱いはとてもひどく、毎日虐待が行われていたのです。革命家の服を着せられ、王家を罵倒され、ギロチンで殺すと脅されます。途中から別のところに移されるのですが、そこがさらにひどく、窓には鎧戸や鉄格子があり、ほとんど光が入らなく、トイレもないので、ひどく不衛生な状態になります。シラミとネズミなどの中で生活し、くる病になり歩けなくなりました。ルイ18世などは、王太子を国王ルイ17世とする宣言を非公開でしました。しかし本人ルイ17世は自分が王なのも知らず、そのまま10歳でこの世を去ります。政治に関与していないのに、ただブルボン家に生まれてしまったがために起こった悲劇でした。話を元に戻します。1814年に王政復古となり、ルイ16世の弟ルイ18世が即位。一時ナポレオンの100日天下となりますが、1815年にブルボン王朝に復帰。再びルイ18世の出番。ルイ18世の政策は総じて慎重さと常識に基づいていたと言われています。内閣に協力的な政治を行っていました。ルイ18世が亡くなると、弟のシャルル10世が即位。このシャルル10世、亡命貴族を優遇し、以前のような絶対王政を目指してしまいます。これにより1830年7月革命が起こり、シャルル10世はイギリスへ亡命することとなり、250年余り続いたフランスブルボン家が幕を閉じました。では最後に7月革命の絵をご覧ください。ドラクロワ作民衆を導く自由の女神。この中央にいる女性は人間ではなくフランス共和国の擬人化されたイメージです。自由の女神として知られています。このフリジア帽は自由の象徴。青、白、赤のトリコロールカラーの旗は現在のフランスの国旗。自由、平等、博愛を意味します。この絵の特徴はいろいろな階級の人がいること。労働者、学生、プチブルジョワ、民衆側に寝返る兵士。ちなみにこのシルクハットをかぶった人は画家本人ドラクロワではないかと言われています。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。